創薬、つまり新しい薬を作る世界で、今 AI がとんでもない革命を起こそうとしてるんです。今回はですね、医療の未来そのものをガラッと変えちゃうかもしれない、そんな画期的なツール、GNINENA とは一体何なのか、その凄さの革新にぐっと迫っていこうと思います。まず、この数字からいきましょうか。10年以上。これ、何の時間だと思います？実はこれ、たった一つの新しい薬が開発されて、私たちの手元に届くまでにかかる、大体の時間なんです。そして、かかるのは時間だけじゃないんですよね。次はこちら、数千億円。これが、その開発に必要な投資額。しかもですよ、これだけのお金と時間をかけても、成功する保証は全くない。いやー、とんでもない挑戦ですよね。じゃあ、この問題をもう少し詳しく見ていきましょうか。そうなんです。だからこそ、まさに数千億円規模の問題と言われるわけですね。このとてつもないコストと長い時間、そして何よりもこの高い失敗率、これが全部合わさって新しい薬の開発を妨げるものすごく大きな壁、いわゆるボトルネックになってしまっているんです。じゃあ、どうやったらこの高い壁を乗り越えられるんでしょうか。その答えのヒントはですね、実は僕たちの体の中、もっとミクロな分子のレベルで繰り広げられているあるゲームに隠されてるんですよ。そのゲームの正体こそが科学の世界で分子ドッキングと呼ばれるプロセスです。これが効果的な薬を見つけるための最初の、そしてめちゃくちゃ重要な関門になるわけですね。分子ドッキングって言われるとちょっと難しく聞こえるかもしれないですけど、すごく有名な例えがあって、それが鍵と鍵穴の関係です。これが一番わかりやすいと思います。薬になるかもしれない化合物が鍵で、病気の原因になっている体の中のタンパク質が鍵穴。つまり創薬っていうのは、この鍵穴にもう寸分の狂いもなくぴったりはまる、たった一つの魔法の鍵を探し出す壮大な旅みたいなものなんです。で、これまでこの完璧な鍵を探すために科学者たちは複雑な物理の計算式を駆使してきたわけです。でも人間の体ってそんな単純な数式だけで説明できるほど甘くない。あまりにも複雑すぎて計算だけじゃ予測が外れちゃうってことがもう頻繁にあったんですね。そこで必要になったのがもう全く新しい発想のアプローチだったんです。計算式を解くんじゃない。そうじゃなくてまるで目で見るかのように判断する AI。それこそが創薬のルールそのものを根っこから変えてしまった深層学習ツール GNINA の登場というわけです。この違い、ちょっと比べてみるとすごく面白いんですよ。従来の方法っていうのは、あくまで物理の法則に基づいた純粋な計算の世界だったわけです。でも GNIA のアプローチはこれがもう全く違う。発想の転換ですね。計算じゃないんです。どっちかっていうと、専門家がレントゲン写真とかを見て何かを判断するような、そんなパターン認識の世界なんですよ。まさにこの言葉がジーニアが何者なのかを完璧に言い表してますよね。ジーニアは熟練のお医者さんがレントゲン写真を見て、ここに何かあるなって見つけ出すみたいに、分子の 3D の形を1枚の画像として認識するんです。そして過去に学習した膨大なデータの中から、この形はうまく結合するパターンだっていうのを一瞬で見つけ出す。計算してるんじゃなくて、本当に分子の形を見て判断してる。まさにそういう AI なんです。でも、なんでジーナはそんなに精度が高いんでしょうか。その秘密がこれからお話しする、すっごくスマートな採点方法にあるんです。面白いのが、ジーナって一つの見方だけじゃなくて、二つの全く違う角度から評価を下すんですよ。まず一つ目がポーズスコア。これは鍵がちゃんと正しい向きで鍵穴にカチッとはまってるかっていうのをチェックします。そして二つ目がアフィニティスコア。これはその鍵と鍵穴の結びつきがどれくらいがっちりしているかっていう強さを見るんですね。この二つの目でダブルチェックする仕組みがあるから間違いを劇的に減らせる。そして本当に有望な役の候補だけを効率よく選び出すことができるというわけなんです。さて、ここまでちょっと技術的な話が続きましたけど、じゃあこのすごい技術、僕たちの健康とか未来にとって具体的にどういう意味があるんでしょうか。ここからはその影響力、インパクトについて見ていきましょう。
ジーナがもたらす最大の変化は、創薬の、仕事の流れそのものを根本から変えてしまうってことなんです。考えてみてください。今まで研究者の人たちが研究室で何年も何年もかけてやってた試行錯誤を AI がコンピューターの中でたったの数日から数週間でやってのけちゃうんですよ。その結果、本当に見込みのある候補だけにギュッと絞ってから実際の実験に進める、ものすごい効率化ですよね。このインパクト、本当に計り知れないものがあります。例えば、今までなかなか薬が作れなかった珍しい病気、希少疾患とか、いきなり現れる新しい感染症にも素早く対応できるようになるかもしれない。それだけじゃないんです。これまで、これは薬にするのは無理だって諦められてたタンパク質をターゲットにできたり、がん治療の切り札として期待されるような超強力な薬を設計できたり、もう次から次へと新しい可能性の扉が開かれつつあるんです。ただですね、これだけ聞くと GNIA って何でもできる魔法の杖みたいに聞こえますけど、もちろんそういうわけじゃないんです。そしてここからがこの技術を理解する上ですごく大事な最後のポイントになります。それは AI と僕たち人間の関係性です。これだけ AI がすごいとやっぱり気になりますよね。もしかして AI が科学者の仕事を奪っちゃうんじゃないのって。でも、専門家が見ている未来は実は全く違うんです。彼らが言うのは拡張知能という考え方。つまり AI が人間の知能を置き換えるんじゃなくて拡張する、パワーアップさせてくれるという世界観です。AI はライバルじゃなくて最高の相棒、パートナーになるんだということですね。つまり GNINI はあくまでものすごく優秀な意思決定をサポートするツールだということです。膨大な選択肢の中からこれが有望ですよって教えてはくれる。でも最終的にその薬の候補が本当に安全で本当に効果があるのかを判断して世の中に送り出す。その最後の重い責任を負うのはやっぱり人間の専門家なんです。こうやって AI のもう圧倒的としか言えない探索能力と人間の持つ深い知識や経験、そして倫理観、この2つががっちりとタッグを組むことで創薬の可能性はもう無限大に広がっていくはずです。だからこそ最後にこう問いかけたくなります。これまで不可能だと誰もが諦めかけていたあの難病の治療法もひょっとしたらもう私たちのすぐ手の届くところまで来ているんじゃないでしょうか。